ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだ？ロレックスの価格改定のお知らせがあったわね。やっぱり、上がるよな。認定中古の動画を上げた日だったわね。相変わらず、間の悪いタイミングだったな。テレビ東京みたいね。こっちは、動画作成が遅いだけだけどな。今年中に希望モデルは購入できそう？難しいとは思ってるぜ。ランナーさんも増えそうだしね。高額モデルを狙っているランナーさんは、すごくハードルが上がった気がするな。それは、どうして？定価が高額だと、値上がり幅も大きくなるから。来年になってから販売した方が利益も大きいぞ。それはそうよね。仕入れ金額の上がり幅はわからないけど、代理店としては、来年販売した方が得だからな。商売だからそうするのが普通かもね。販売員さんと信頼関係が築けているランナーさんなら可能性はあるかもしれないな。なんでかしら？販売員さんも人間だから感情的に、値上げ前に、あの人に提案してあげたい。って考える販売員さんもいると思うけどな。そういうのは、ありそうよね。だろ？それで、マリサはどうなの？私は、無理だな。どんまいね。地道に頑張りましょう。ありがとう。私が希望するモデルは高額じゃないから。少し希望は持ってるんだけど、人気モデルだから競争率も高くて、やっぱり難しいぜ。値上げ幅はわからないんでしょ？数日ぐらい前に噂は流れると思うけど、正確な金額は1月になってから判明じゃないかな。値上げ幅が低いことを願うしかないわね。ほんと、頼むのぜ。正直、オイスターパーペチュアルで、100万円超えとかになったら、資産目的か転売ヤー以外はきついと思うぜ。他のブランドのいい時計も多いわよね。制限ルールも変更になったし、値上げされた金額によっては考えてしまうぜ。マラソンやめちゃうの？それを含めて、選択肢はいろいろあるからな。それは年内に購入できなかったら考えましょう。今年中に買えればいいわけだからな。頑張りましょう。もちろん、全力で頑張るぜ。それで、今日はどんな小話かしら？久しぶりにロレックスの話じゃないぜ。ほんと、久しぶりね。ホームページの整理をしてて、ブランドチャンネルのページを作った際に、ブランドごとのチャンネル登録者を見てたら、へーって思うことがあったから紹介するぜ。ブランドのチャンネル登録者ランキングね。そういうことだ。やっぱり、ロレックスが一番なのかしら？雲上ブランドの登録者数とかも気になるだろ？そうね。意外だと思ったブランドもあったぜ。それは、楽しみね。もしかしたら、抜けてるブランドや、集計数に間違いがあるかもしれないから、その時は大きな心で許してほしいぜ。コメントで教えてくれたら助かるわね。間違いがあれば概要欄に記載するので、見ていただけたら助かるな。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。少しでも興味を持った方がいましたら、チャンネル登録していただけたら、嬉しいです。すごく励みになってるぜ。ゆっくりしていってね。ランキングの集計は、2024年12月19日現在の登録者数だな。登録者数は変動するから集計日は大切ね。第10位から発表していくぜ。楽しみだわ。第10位は、ジャガールクルト。チャンネル登録者数は、6万3000人だぜ。第10位でも、登録者が6万人もいるのね。多いのか、少ないのかはわからないけどな。アントワーヌ・ルクルトによって設立されたぜ。1833年、スイスの重慶国にて、家族で使用していた小さな小屋を、時計製造の工房へと作り変えスタートしたんだ。200年近い歴史があるのね。1903年に、フランス人時計職人のエドモンド・ジャガーと、ジャック・ダビド・ルクルトが出会ったことで、ジャガールクルトの時計製造の歴史が始まったぜ。二人が出会わなかったら、誕生してないのね。二人が出会わなかったら、時計の歴史も変わってるな。運命の出会いに感謝しないとね。そうだな。素敵な作品が見ることができなかったよな。1931年に誕生した、反転式ケースのレベルソは斬新で素敵だよな。マリサもいつかは欲しいのよね。いつかは所有したいと思ってるぜ。レベルソをもっと語りたいけど、今回は数が多いからさらっと進めていくぜ。前回の20分動画で疲弊してたわよね。ほんと、大変だったな。次は、第9位ね。第9位は、タブホイヤー。チャンネル登録者数は、6万9100人だ。意外ね、もっと上位かと思ってたわ。1860年に、スイス・サンケイミに拠点を置き、創業者エドワード・ホイヤー氏によって設立されたぜ。やっぱり長い歴史があるのね。1985年までの社名は、ホイヤーだったんだ。どうして名前が変わったのかしら？
クォーツショックで資金難だったところを、マンスール・オジェ率いるタググループから、資金援助を受けたことで、現在の社名に変更したんだ。クォーツショック恐るべしね。1969年に登場した初代モデルのモナコは、自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載した、世界初の角型防水時計だぜ。モナコ広告で行われる市街地レース、モナコグランプリが名前の由来だな。なんとなく、愛嬌があって可愛いわね。1971年公開の映画、栄光のルマンで、スティーブ・マックイーンが着用してるぜ。かっこいいわ。レイムがそんなに驚くなんて珍しいな。マックイーン様は素敵すぎるわよ。なんだ、モナコのことじゃないのか。マックイーン様がつけたら、何でもかっこいいわよ。それは、間違いないけどな。ちなみに、制作者の若い頃は、F1 ブームだったから、アイルトン・セナがつけていたイメージが強いな。セナ様は神よ。ホンダが F1 から撤退しなかったり、ウィリアムズ・ルノーへ移籍してなければと、今でも思ってしまうぜ。ほんと、悲劇としか言えないわよね。気を取り直して、次の紹介に行くぜ。お願いするわ。第8位は、みんなの憧れ、オーディマピゲだ。チャンネル登録者数は、82,500人だぜ。雲上ブランドの登場ね。雲上ブランドだから、もっと上だと思ってたわ。もしかしたら、3位以内かとも思ってたぜ。YouTube チャンネル登録者数だと意外性があるわね。そうなんだ。1875年に、スイス・ジュラ山脈の重慶国、ルブラッシュにある、農場の屋根裏部屋の時計工房で創業したぜ。屋根裏部屋っていうのが驚きね。創業者は、天才時計師と呼ばれる、ジュール・ルイ・オーデマと、営業や経営に長けた、エドワール・オーグスト・ピゲの二人でアトリエを構えたのが始まりだ。ここでも運命的な二人が出会って誕生したのね。1882年に、他メーカーの下請けから独立し、ブランド名、オーデマピゲを設立したぜ。世界三大時計ブランドも、始まりは小さかったのね。技術と芸術性を長い歴史の中で培うことで、今の地位を築き上げていったんだな。ほんと、すごいことよね。雲上ブランドなんだけど、歴史や伝統にとらわれず、斬新な腕時計を作り続けているぜ。アーティストとのコラボ作品も発表してるわよね。最近も、カウズとのコラボレーションモデルが話題だな。コンパニオン、可愛いわよね。このコラボレーションは、時計製作技術の限界への挑戦らしいぞ。なんか、すごいのね。中央のキャラクターをペリフェラル式ムーブメントに、組み込んだ時、分表示が囲むという、大胆なセッティングを実現したんだ。よくわからないけど、すごいのね。レイムには難しすぎるな。私には、可愛いことしかわからないわよ。正直に言うと、時間もよくわからないわ。それは言っちゃダメだろ。私のことは気にせず次へ進めて。わかった、批判が来る前に次に進むぜ。次は、第7位だったな。第7位は、IWC だ。チャンネル登録者数は、89,200人だぜ。名前は聞いたことあるわよ。1868年に、スイスのシャフハウゼンで創業された時計ブランドだぜ。やっぱり歴史のあるブランドなのね。創業者はアメリカ人時計師、フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズだ。スイスの伝統的な時計技術とアメリカの先進的な生産システムを融合させることを目指して、IWC を設立したんだぜ。創業者がアメリカ人だったのは意外ね。IWC の正式名称が、インターナショナルウォッチカンパニー、という英語なのはそのためだな。IWC には、そういう意味があったのね。IWC はスイス時計でも、ドイツよりの質実剛健な時計作りと言われているぜ。ドイツと何か関係があるの？ IWC が生まれたのはスイスのシャフハウゼンなんだけど、シャフハウゼンはドイツ語圏だったんだ。そうなのね。ドイツの質実剛健で時計を道具として考える、価値観が伝わっていたんじゃないかな。私は、エレガントな時計のイメージがあるわよ。IWC を代表するポルトギーゼは、大型サイズのケースとシンプルなアラビア数字、スリムなリーフ張り、レールウェイ分メモリといったコレクションを代表するデザインコードの誕生は、登場した1939年当時は斬新だったんじゃないかな。つけているのを見たら、紳士に思えちゃうわね。自然な感じで時計をつけこなしてて、かっこいいよな。次を紹介して。第6位だぞ。第6位は、なんと、パテックフィリップだ。チャンネル登録者数は、108,000人だ。これは意外すぎたわね。思わず何度も確認してしまったぜ。なんでなのかしら？わからないけど更新頻度が高くないのも原因かもな。そうなのね。それでも、10万人超えてるからすごいのかしら？少し寂しい気もするけどな。パテックフィリップは1839年に、アントワーヌ・ノルベール・ド・パテックと、フランソワ・ジャペックによって、
パテック・ジャペック社が設立されたぜ。最初は、パテック・フィリップという名前じゃなかったのね。1844年のパリ産業博覧会を機に、フランス人時計師ジャン・アドリアン・フィリップと知り合い、フィリップは翌年、正式に入社したぜ。ここで、フィリップさんが登場するのね。その一方で、ジャペックは退社してしまったんだ。色々とあったんでしょうね。1851年に、パテック・フィリップ社に社名を改めたな。パテック・フィリップの名前が歴史に登場したのね。1932年に発表されたパテック・フィリップを代表するコレクションがカラトラバだ。素敵よね。惚れ惚れと見惚れてしまうわ。スペインのカラトラバ騎士団が由来になってるぞ。剣と百合の花を組み合わせたカラトラバ十字が、パテック・フィリップの伝統的なエンブレムになっているから、象徴的なモデルと言えるな。ノーチラスやアクアノートなどの超有名モデルも大人気だぜ。憧れの時計でも買えない人が多いのよね。夢は持ち続けたいけどな。いよいよ、上位の発表ね。いや、キリがいいから、次回に続くぜ。それは、絶対にダメよ。え？それは、なんでだ？だって、次回にしたら、みんな順位を調べちゃうわよ。そうなのかな？そうしたら、興味なくなって誰も続き見ないわよ。それは、困るのぜ。でしょ？だったら、続行よ。もう制作者は、限界みたいだぞ。お水を飲んで、5分休憩をあげるわよ。霊夢は、容赦ないのぜ。文句言っている暇があったら、続けるわよ。第5位だったかな？第5位は、カシオ G-SHOCK だぜ。チャンネル登録者数は、14万7000人だ。日本のブランドが入ってるなんてすごいじゃない。ね、続けてよかったでしょ。それは、関係ないと思うぞ。カシオだけど、G-SHOCK の説明を簡単にするぜ。G-SHOCK はすごいのね。落としても壊れない時計を作りたい。という、コンセプトから生まれたぜ。改めて言われてみるとすごいわよね。1983年に、大衝撃腕時計 G-SHOCK として発売されたぜ。なんか、響きがかっこいいわ。40代以上の男性なら、1本は買ったんじゃないかな？たくさん販売されてそうよね。1983年に発売されてから、2022年には、世界累計出荷個数、1億4000万本を突破したぞ。すごい、G-SHOCK は、日本の誇りだわ。12月13日に、初代 G-SHOCK 復刻モデル、DW5000R1AJF が発売されたんだけど、すぐに売り切れたぜ。今も人気はすごいのね。ちょっと、欲しかったんだけど売り切れてたぜ。メルカリで転売されてそうね。間違いないのぜ。G-SHOCK は、機械時計好きでも、1本は持っておきたいんじゃないかな。アウトドアや、スポーツの時にも便利よね。私は、お酒を飲みに行く日は、G-SHOCK だな。酒癖が悪くても安心ね。次は、第4位だな。みんなの憧れ、カルティエだ。女性ならみんな好きよね。私も大好きだわ。チャンネル登録者数は、27万9000人だ。さすが、カルティエだわ。ただ、ちょっとずるい数字でもあるんだ。どうして？カルティエのチャンネルは、時計以外も含まれてるんだ。なんだ、そんなことどうでもいいわよ。ちょっと公平じゃない気がしないか？カルティエは、王の宝石商の王なのよ。イケメンと王様は何でも許されるのよ。霊夢に聞いたのが間違いだったぜ。ルイ・フランソワ・カルティエが1847年にパリで創業したぜ。時計の機械としての精巧さと緻密さを追求するスイスの一流時計ブランドに対して、カルティエは芸術的な美しさ、ベルエポックの優雅さを時計で表現することを優先させたんだぜ。きっと、ルイ・フランソワ・カルティエが上流階級から愛される宝石商だったのも関係するわね。航空エアルベルト・サントス・デュモンの飛行機の操縦中に手を離さず時間が見たいとの依頼により、1911年にサントスが誕生したんだ。わがままな依頼をした人がいたのね。わがままかはわからないけど、このサントスが実用的な男性腕時計の第一号と言われているぜ。さすがカルティエね、すごいすごい。霊夢は、カルティエなら何でもすごいんだろ？もちろんよ、そんなの当たり前じゃない。もう次のランキングに行くのぜ。もう、カルティエが出たから終わりでもいいわよ。まさか、カルティエが出てないから、次回にしてくれなかったのか？そんなことないわよ。目を合わせないのは、バレバレだぞ。もういいから、先に進みましょうよ。いよいよ、トップ3の発表よ。第3位は、オメガだ。チャンネル登録者は、41万人だぜ。オメガが2位じゃないの？いや、3位で間違いないぜ。まさか日本のブランドかしら？それは、お楽しみだぜ。時計師ルイ・ブランが1848年にスイスで工房を設立したのが始まりだぜ。オメガも古い歴史があるのね。
1894年に、当時、ルイ・ブラン&フィルズ、という、社名であったオメガが、高性能ムーブメント、19ラインキャリバー、に、オメガ、という、名前を付けたことに由来するぜ。オメガには、どういう意味があるの？ギリシャ文字の最後の文字である、オメガ、で、完全、達成、究極、などの意味があるぞ。じゃあ、すごいキャリバーを作ったのね。当時の自信作だったんだろうな。ところで、なんだ？キャリバーって、何？意味がわかってなかったのか？すごいものなんでしょ？ムーブメントの型番のことだぞ。なんだ、名前みたいなものね。そうだな。そして、1903年に、オメガ、という言葉が、正式に社名として採用されたんだ。ブランドとしての誕生ね。オリンピックの公式タイムキーパーだったり、ジェームズ・ボンドの愛用時計でもあるけど、やっぱり、1965年に NASA 公式装備品に採用された、スピードマスタープロフェッショナルが、1969年、人類初の月面着陸に携行された、ストーリーに魅了されたファンが多いと思うぜ。スピードマスターには、不思議な魅力を感じるわ。NASA が、1964年に、宇宙飛行士用の腕時計を選定する際に多くのブランドの腕時計をテストしたんだけど、スピードマスターだけが唯一その基準を満たして、1965年に、有人宇宙飛行ミッションでの、使用が認められた初めての腕時計として認定されたぜ。スピードマスターすごいじゃない。ロレックスもダメだったの？ダメだったんだ。NASA の過酷な11項目のテストを全てクリアしたのは、スピードマスターだけだったんだ。私、オメガを見直しちゃったわ。スピードマスターが、ムーンウォッチと呼ばれるのは、伊達ではない、ということだな。いよいよ2位の発表ね。私、もうどこかわかっちゃったわよ。第2位は、リシャール・ミルだ。私たちの成功はどこ行っちゃったのよ。成功は、ランク外だな。世界の成功なのに？グランド成功のチャンネル登録者数で、24,200人だぜ。順位はどれぐらいだったの？時計の小話のホームページで紹介している中では、15位だな。なんか、ショックを受けたわよ。動画数も少ないし、あまり YouTube に力を入れていないのかもな。それで、2位のリシャール・ミルは有名なの？チャンネル登録者は、101万人だ。すごい。2001年に、フランスのリシャール・ミルによって、スイス、ジュラ州のレ・ブルルーに設立されたぜ。設立されてから、まだ新しいのね。世界中のセレブたちに愛されている腕時計ブランドだぜ。そうなの？じゃあ、私も愛さなきゃね。バーゼルワールド2001で発表した RM1 は価格が1900万円と高額だったんだけど、用意された17本の初期ロットは全て完売したぜ。そんな高い腕時計があるの？リシャール・ミルの時計は時計の F1 と呼ばれてるぜ。私、これから好きな時計を聞かれたら、リシャール・ミルと答えるようにするわ。好きになるのは自由だからいいんじゃないか。ちなみに定価が1億円を超えるモデルもあるぜ。1億。二次流通の販売価格はとんでもないことになってるぜ。怖くて、つけて外を歩けないじゃない。セレブには、ボディーガードがつくから大丈夫なんだろ。なんか、とんでもない世界を覗いてしまった気分だわ。一般人には、規格外すぎて頭に入ってこないよな。気を取り直して、第1位の発表に行きましょう。そうだな。第1位は、みんな大好きロレックスだ。これは、当然の結果でみんなわかってたわね。チャンネル登録者の数は、203万人だぜ。第2位のリシャール・ミルと比べても倍じゃないの。ロレックスが世界中で愛されている証拠だな。ドイツ人のハンス・ウィルスドルフが、1905年に、ロンドンで創業したのが始まりだ。あれ？ロレックスはスイス時計じゃないの？イギリスは、当時は時計の関税が高額だったので、後に、スイスに拠点を移したんだぜ。そういう理由があったのね。ロレックスは、欧州のどこの国の言葉で読んでも、同じ発音になるように考えられた造語なんだぜ。何か意味がある言葉かと思ってたわ。急にひらめいた言葉みたいだぜ。典型というやつかしら？そうかもしれないな。ロレックスの三大発明として、オイスターケース、パーペチュアル、デートジャストが世界的にも有名だな。私でも名前ぐらいは聞いたことあるわよ。腕時計業界の革命的な発明と言ってもいいぐらいだな。まだまだロレックスの人気は続くのかしら？コロナ禍の時のようなバブル状態はないと思うけど、人気が衰えることはないと思ってるぞ。それなら、安心ね。普遍的で、流行に流されることもないからな。ロレックスは、永遠に不滅ね。少なくとも、生きているうちは大丈夫じゃないかな。順位のおさらいをしておくぜ。私は、第2位のリシャール・ミルが驚いたわ。レイムは、カルテーじゃなかったのか？カルテーも、もちろん素敵だけどね。セレブという言葉に弱いだけだろ。また、こういう企画をやりましょうね。
第5位から始めればよかったと後悔してるのぜ。今回の小話はいかがでしたか？少しでも参考になったり、興味を持ってもらえたら、チャンネル登録&高評価、励みになるので、よろしく頼むのぜ。動画の本数も少しずつ増えてきましたので、まだ見ていない動画がありましたら、もう一本視聴していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。